インスタ360から X6 が登場しました。見てください。こんなに小さくなっています。この再構築されたボディには、ソニーと開発した新たなデュアル 1.1 分の1インチセンサー IMX01F を搭載しています。最大 8K50fps のスローモーション表現ができるようになり、さらに 1.2 億画素の高精細な写真を撮影することが可能になりました。より強力になった AI チップとの組み合わせで、暗所への耐性だけでなく、全ての動画モードで10ビットの撮影に対応しています。もちろん、ルナウルトラで新しくなった iLog もです。これにより撮影前と撮影後の選択肢がさらに広がったカメラに仕上がっています。インスタ360の原点ともいえる360度カメラの最新フラッグシップ、これがどれほどのものなのか一緒に見ていきましょう。最高。じゃあまずは歴代シリーズから大きく変更されたボディデザインについて見ていきます。今作の X6 では前作までの縦長のデザインが刷新され、幅が広がりギュッと押しつぶされたようなデザインになりました。これにより縦動画のイメージがつかみづらくなると思いましたが、むしろ持ち替えずとも縦横どちらの構図もイメージがつきやすく、手軽さがさらに上がった印象です。2.32 インチの OLED ディスプレイにより輝度が向上したことで、強い日差しの環境でもとても見やすく、より鮮やかに表示されるようになりました。画面が広々としていて、アクションカメラのような窮屈さが減った印象です。スマホのような直感的な操作ができるようになります。いや、この進化はね、かなり嬉しいポイントです。ディスプレイの進化については物理ボタンの廃止も関係していそうです。画面下にあったボタンはなくなり、ディスプレイの中に埋め込まれました。強く押し込むことで触覚フィードバックとともに操作が可能です。設定を変更している時もコツコツとした振動が伝わってきて、操作の感覚がより鮮明になっています。一方でこの X6 を何も考えずに手に取ると、人差し指がレンズのかなり近くになるため、指が大きく映り込んでしまう点は少し気になります。なので慣れるまでは一度手に取った後、少しだけ持ち帰るという作業が増えると思います。ただ自撮り棒などでの運用がメインの人には関係ないところではありますよね。ちなみにひねって撮影でもブルッとした感触がフィードバックされるので、撮影が開始されたどうかの確認が簡単になりました。マウント部分は前作の X5 と共通しており、アクセサリーの共有が可能です。新たに搭載されたマグネットでクイックリリースアクセサリーのスムーズな脱着もサポートしています。これまではね、シリーズが変わるたびにマウント自体が変更されてたんで、ここはね、めっちゃ嬉しいところですよね。そして今作から 47GB の内蔵ストレージが追加され、マイクロ SD を忘れた時の保険も適用されます。 USB-C による内蔵データの転送速度に関しては 8K30p で10分間撮影した約 9GB のデータをなんと18秒、30分間撮影した約 27GB のデータを約55秒で転送することができました。ちなみに長回しをした場合に約30分間隔でデータが分割されるという仕様は変わってはなさそうです。また新しい360度のウィンドプロテクトマイクと隠しマイクにより風切り音がかなり低減されるようになりました。実際に前作の X5 と聞き比べてみるとこのような感じになっています。この音声は X6 の内蔵マイクを使って収録しています。音声の聞こえはいかがでしょうか。この音声は X5 の内蔵マイクを使って収録しています。音声の聞こえはいかがでしょうか。低音のボワッとした感じが減って声がクリアになった印象です。さらに 2600mAh の新バッテリーを採用したことで X6 は 8K30fps の撮影で最大140分の連続撮影が可能とのことです。実際に 8K30fps の収録を試してみたところ X5 では1時間31分7秒でバッテリーが切れました。それに対して X6 は2時間35分40秒でバッテリー切れという結果になりました。公式よりも約15分間長く撮影できたということになりますが、こちらはレビュー用のファームウェアということも関係しているかもしれません。ただね、1時間ほど撮影時間が伸びているというのは非常に嬉しいところですよね。また 0% からの充電では X5 が約33分で満充電、X6 が38分29秒で満充電という結果になりました。そしてバッテリー性能の向上は単純に容量が上がっただけでなく、この新しいセンサーによる影響も大きいです。今回インスタ360はさらなる性能の向上を求め、ミラーレスの先駆者であるあのソニーとデュアル 1.1 分の1インチスクエアセンサーを共同開発しました。これは X5 の後発で出た DJI Osmo 360と同様の形状を採用しています。X5 の4対3の 1.28 分の1インチセンサーの設計を見直し、
センサー面積を 33% も拡大させることでセンサーの使用効率が格段に上昇し、最大 8K50fps の動画撮影が可能になりました。50fps に対応したことでスポーツやアクティビティなどで滑らかな映像を残すことができ、僕たちのように 24fps で映像を制作する場合は約2倍のスロー動画にすることもできます。全体的な画質やダイナミックレンジの向上はもちろん、映像のシャープさも増しています。ただ一点、360度カメラの 8K というのは普通のカメラの 8K とは少し考え方が違います。360度カメラというのは前後のレンズで撮影した2本の映像をつなぎ合わせて1本の360度映像を作っています。つまり360度カメラの 8K というのは前後2つの 4K 相当の映像を組み合わせたようなものになります。こんなにも小さなボディで 4K50fps の映像を2本同時に処理しているということを考えると、この進化の凄さがわかるのではないかなと思います。また、片面のレンズのみを使用するシングルカメラモードであれば最大 5K60fps、そして 4K120fps で撮影ができるので、肉眼で見ることができないようなスロー表現を手軽に楽しむことができます。さらに 1.2 億画素もの360度写真も残せるようになり、撮影後に切り出したとしても高画質が担保されています。専用のインスタ360アプリを使うことで風景も人も自分好みの比率で残せるのが嬉しいところですよね。ですが、この X6 が真に力を発揮するのはカメラに最も厳しい環境、そう、暗所です。インスタ360のプロダクトには暗所に特化したピュアビデオモードというものがあるんですが、これを利用することで暗所でのノイズがかなり低減されています。正直前作の X5 でもかなりの暗所性能だと感じてはいたんですが、比較をすると一目でわかるように数段上のレベルに到達しています。もはや肉眼よりも明るくスキントーンも綺麗です。そしてこの X6 の進化は暗所性能だけにはとどまりません。色の表現力もかなり底上げされました。今回 X6 では全ての撮影モードで10ビットに対応しています。このビット数というのは簡単に言うと色をどれだけ細かく記録できるかを表す数字です。8ビットと10ビットでは小さな差に感じるかもしれませんが、8ビットで表現できる色が約1600万色なのに対し、10ビットでは約10億色にもなります。前作の X5 は8ビットまでとなっており、今作の X6 では10ビットに対応したことで記録できる色情報が格段に増えています。これにより空や肌のグラデーションが滑らかに映すことができて、色のつながりもより自然に仕上がってきます。そして何より iLog が10ビットにも対応しました。X5 では iLog が 5.7K の8ビットまでしか対応しておらず、確かにログ撮影ではあるものの少し自由度が物足りず、描写力も少し甘い印象がありました。なので X5 ではスタンダードカラーをグレーディングしてしまった方が早くいい結果につながりやすかったんです。しかし X6 の iLog はかなり色の自由度が高い印象があります。iLog で撮影した素材を比較しても分かる通り、X シリーズのログカーブそのものが見直されたのではないかなと思います。選択肢が大幅に増えたことで撮影後のカラー編集の不安はかなり解消されました。今回見ていただいた X6 の作例は、僕たちがインスタ360用製品に専用設計したラットを使っています。6種類の世界観を持つそれぞれのラットは、新たに10ビットに対応した X6 の iLog をワンタッチで高品質なトーンに仕上げます。もちろん先日登場したルナウルトラでも最適に使うことが可能です。インスタ360の iLog がようやく実用的になりました。これは映像をこだわる僕たちからすれば本当に待ち望んでいたアップデートです。今後のインスタ360製品もおそらく同様の iLog が搭載されるかなと思います。ぜひ僕らが提供しているラットパックと合わせて楽しんでみてください。ただカラーモードで唯一惜しかったのが iLog が 8K30fps までとなっているというところと、通常のシングルレンズの動画撮影には対応してないというところです。ちなみに僕らのラットパックではスタンダードカラー用のラットもあるので iLog じゃなくてもスタンダードでも使うことができます。そして360度カメラとしては世界初となるドルビービジョンが撮影可能になっています。これは取って出しでも明るい部分や暗い部分の情報をより豊かに残すことができるので、 HDR 対応のディスプレイであれば現実世界のような立体感や鮮やかさを楽しむことができます。 iPhone 12以降であれば視聴可能なので、機会があればぜひ試してみてください。ではここからは買う前に知っておいてほしいことなどを話していこうと思います。まずは高画質高フレームレートで撮影をするとデータサイズが大きくなるというところです。
今作の X6 ではインスタフレーム 2.0 がさらに進化し、4K30fps フラットな動画と 8K の360度動画を同時に残せるようになりましたが、これを10分間撮影すると両方合わせて約 12.7GB となります。8K50fps のみの記録単体だとしても約 13.6GB になってしまうんです。新しく追加された 47GB の内蔵ストレージは嬉しいんですが、張り切って撮影をする日だとすぐにパンパンになってしまいます。なのでデータサイズが気になる方はビットレート選択を低めに設定しておきましょう。また X5 にはあった横向きの UI にはまだ未対応のようです。画面が広くなったので横持ちにする必要が減ったとはいえ、16対9などの映像をしっかり残したい時には少し不便に感じる人がいるかもしれません。そして 1.2 億画素の写真撮影では約4秒から5秒間のインターバルがあります。連写撮影ができないので撮影のテンポ感が少し落ちるような印象です。インスタ360アプリについてはかなり好印象です。特に AI 自動編集ではたくさんの素材からハイライトを抽出し、自動的に1本の動画にしてくれるので共有も楽々です。360度編集というのは簡単になったとはいえ、素材を自分で組み合わせるというのは正直面倒に感じることもあると思うので、こういった機能はとても嬉しいところですよね。また AI ディレクターという機能では電源オフ時の充電中に素材を自動分析し動画を作ってくれます。完成後はアプリに接続をするだけで確認をすることができます。そんな X6 の価格がこちらです。いかがでしょうか。価格だけを見ると高く感じるかもしれません。ただ X6 には大きな強みがあります。それは自分でレンズ交換ができることです。レンズに傷がついたとしても本体ごと修理に出す必要がありません。360度カメラというのは構造上どうしてもレンズに傷がつきやすい製品です。せっかく買っても傷がつくのが怖いからガンガン使えないとなってしまったらもったいないですよね。だからこそ将来的なレンズ修理のコストや傷がつくのを気にして持ち歩かなくなる機械損失のことまでを考えると、この価格差というのは決して高くないと考えることもできるかもしれません。そもそももう360度カメラとしての完成度はさすがの一言だと僕たちみんな感じています。さらに今回インスタ360には 3D ガウススプラッティング、通称 3DGS を使った空間機能が新たに追加されました。撮影した360動画をクラウドにアップすると AI が空間を立体的にモデリングし、その場所を 3D 空間として再現してくれます。完成したモデルの中では自由に移動したり好きな角度から眺めたりと、まるでその場に入り込んだような体験が可能です。また生成した空間は URL で共有することができるので、誰でもブラウザからその空間を自由に見て回ることができます。思い出を残す用途はもちろん、個人的には不動産の内見などの空間を記録して後から確認したいようなシーンでも活躍しそうだなと感じています。それでもこの X6 の価格が気になるという人は X4 Air や X5 という選択肢もあると思うので、ぜひこちらもチェックしてみてください。360度カメラの一番の魅力は撮影する瞬間に画角を決めなくていいことです。構造を考える時間よりその場を楽しむ時間の方が長くなる。そんな撮影体験は360度カメラならではだと思います。そして今回の X6 ではその体験感はそのままに、10ビットと i6 の進化によって画質やカラーの妥協がさらに少なくなりました。X5 とのアクセサリーなどの共有もあって、インスタ360の今後のエコシステムが非常に楽しみになる、そんな製品でもありました。毎回想像以上に進化をしてくる X シリーズ、皆さんはどういう風に思いましたか？ぜひコメントで感想や意見をお聞かせください。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これはえぐいな。イエーイ。